パンチカーペットの選び方。ハサミやカッターで切れて加工や設営が簡単なパンチカーペット。イベント、セレモニーなどの床装飾やエレベーターの壁、現場作業の養生剤として使用されます。パンチカーペットには幅広い種類があり、その値段も様々です。使用する場所や期間、人通りの多さなどで選ぶことで無駄なコストを削減。用途に合ったパンチカーペットの選び方をご紹介します。選び方のポイント1つ目は、人通りの多さや使用する期間に合わせて選ぶことです。パンチカーペットは主に繊維部分、寄付、樹脂の3層構造と繊維部分だけの1層構造の2種類に分かれます。3層構造の方が耐久性があり、密度が大きいほどより耐久性が高くなります。標準的な密度は1平方メートルあたり約 650g ほどですが、人通りの多いイベントや長期間の使用の場合は1平方メートルあたり約 800g 以上がおすすめです。また3層構造のパンチカーペットは裏面に樹脂加工が施されているため、両面テープがつきやすいのもメリットです。1層構造のパンチカーペットは比較的安いものが多く、短期間の使用におすすめです。耐久性は3層構造に比べると劣りますが、軽量で柔らかく扱いやすいのが特徴です。引っ越し作業やエレベーターの壁、DIY 施工の養生のほか、イベントなどの歩行量が少ない場所での短期間の使用に適しています。選び方のポイント2つ目は、使用する場所に合わせて選ぶことです。パンチカーペットの素材は主にポリエステルとポリプロピレンに分かれます。ポリエステルは紫外線に強く、屋外での長期間の使用に適しています。ポリプロピレンは鮮やかなカラーが多いですが、紫外線には弱いので、屋外では短期間の使用にとどめましょう。また、屋外で使用する場合は1層構造をおすすめします。一般的な3層構造のパンチカーペットを屋外で使用すると、樹脂コーティングが雨で流れる可能性があるためです。屋外で3層構造を使用する場合は、雨の心配がない短期間に限定しましょう。選び方のポイント3つ目は、機能性で選ぶことです。パンチカーペットには機能性を持たせるために、裏面に加工を施したものがあります。裏面吸着加工のパンチカーペットは、床面にピタッと密着するため、両面テープなしで施工することができます。裏面ラバー加工のパンチカーペットは、吸着加工と同じく滑り止め機能があり、両面テープなしで施工できます。さらに高いクッション性によって遮音効果があり、屋内での使用におすすめです。ただ、ラバー部分に界面活性剤が含まれるため、水に濡れると泡立ってしまいます。屋外で使用する際は注意が必要です。今回は使用期間や場所に合わせたパンチカーペットの選び方をご紹介しました。正しい商品選びで無駄なコストを削減しましょう。